こんにちは、月島です。今回はスタジオ1純正プラグインのアンパイアに付属するアンプとストンプエフェクトについて個別に見ていきたいと思います。数量がありますのでざっくりとしたものにはなりますが、どんな効果があるものが揃えられているのかチェックしていきます。目次です。アンプヘッド、キャビネット、ストンプエフェクト、最後にまとめと次回予告です。選ぶことのできるアンプヘッドは5種類です。マーシャル、メサブギー、ボックス、フェンダー、アンペグタイプのものが用意されています。ローランドのジャズコーラスタイプもあると良かったなと思いましたが、代わりにストンプエフェクトでボス CE1 系のものが用意されています。実際アンプヘッドはこの5種類があれば十分だと思います。クランチからヘビーなディストーション、クリーンな音まで対応可能です。マーシャル系のアンプヘッドです。明るくカラッとしたクランチサウンドを作れます。コントロールはイコライジング用のつまみが4つあり、マスターで最終的な音量を決めます。プリアンプは歪み具合を調節できます。またセンシティビティも2段階選べます。ハイを選択するとより音が歪みます。そしてクリーンサウンドにちょっとだけアナログ感を加えたいときや、あまり歪ませたくない場合はローを選択してプリアンプを低めに設定します。アンプではなくストンプエフェクトで歪みを作りたい場合も同様です。音を聞いてみたいと思います。メサブギー系のアンプヘッドです。メタル系などのディストーションサウンドが得意なアンプです。つまみがたくさん装備されていますが、これはチャンネルが3つ用意されているだけであって、1つの音に対して操作できるつまみは6つだけです。イコライジング用のつまみが4つと、歪み度合いを調節するゲイン、音量を決めるマスターです。クリーンな音を出したいときはチャンネル1のセレクターでクリーンを選択します。実際にかけてみたいと思います。このままだと歪みとキレが足りない感じがしましたので、ディストーションのストンプエフェクトを足してみました。再生します。ボックス系のアンプヘッドです。1960年代から有名なアンプでトレモロやビブラートをかけた音を出すことができます。インプットが6箇所ありますので用途に合わせて差し替えます。クリーンのストロークにかけてみました。再生します。ビブラートとトレモロをかけて音を再生してみます。
フェンダー系のアンプヘッドです。リバーブやビブラートをかけることができるアンプになります。クリーンのアルペジオにかけてみました。再生します。ビブラートとリバーブをかけてみました。アンペク系のベース用アンプヘッドです。必要に応じて入力する場所を選択し、ボリュームとイコライジングをすることができます。今回ベースのサンプルは割愛します。以上が5種類のアンプヘッドになります。アンパイアは17種類のキャビネットを選べます。そしてアンプヘッドとキャビネットのメーカーを超えた自由な組み合わせも試すことができます。これは実際にはなかなか行うことができないことです。またプリセットの中にマッチドという項目があります。ここで目的のアンプを選択すると、アンプヘッドとキャビネットを同じタイプのものにセットしてくれます。ただ、違うメーカー同士のヘッドとキャビネットを自由に組み合わせて気に入る良い音が作れたとすれば、それは問題ないと思います。アンパイアには15個のストンプエフェクトが用意されています。コンプレッサーやイコライザー、ファズ、オーバードライブ、ディストーションなど必要と思われるエフェクトが各カテゴリーで1機種用意されています。デザインを見ると有名な機種を模していることがわかります。これらを駆使すれば十分に音作りできると思います。ここで一般的なストンプエフェクトの並び順を見ていきたいと思います。ワウペダルを使用する場合は一番最初にセットします。必要がなければ外しておきます。また、フレーズに合わせてワウを聞かせたい場合は DAW 上でオートメーションを設定することになります。実際は一番最初に来ることが多いエフェクトです。コンプレッサーの次に歪み系を置きます。アンパイアには3種類用意されています。必要であればイコライザーを挟みます。
ボス系のクラシックなコーラスが用意されています。音も良いです。他にフェイザーやモジュレーション、トレモロも必要であればこの辺りにセットします。DAW とのテンポのシンク機能もありましたので使いやすいと思います。最後にリバーブをセットします。またコーラスやディレイ、リバーブはセンドリターンというルーティングにすることも可能です。その他のゲートやチューブなどは必要があれば任意の場所にセットすれば良いと思います。なかなかにクオリティの高いアンプやストンプエフェクトが揃っていると思います。プリセットもよくできていますので、打ち込みのギターの音にかけてみてもそれなりの音にすることはできます。スタジオ1ユーザーの方にはアンパイアをぜひ試していただきたいと思います。次回はレスポールスタンダードの保管や輸送用に使えるレスポール専用セミハードケースを購入してみました。フィット感や使い勝手などを開封してレビューしていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。